こんにちは、ヤギです。ポチはすくすくと育っておりまして、生後5ヶ月で 4.25 キロになりました。以前買って大きすぎたなぁと思っていたカッパが、いつの間にかジャストサイズになっておりまして、子犬の成長スピードって恐ろしいですね。毎日見てるとあまり気づきにくいですけど、ふとした瞬間に、あれ、大きくなったなって感じます。カッパもそうですけど、ケージやベッドなども大きめのを買っていたので、大は小を兼ねるという言葉は、変化を受け止めるための心の余白を作ることなのかなと思ったりしました。ポチがこれからどこまで大きくなるのやら楽しみにしています。最近のポチはですね、黒柳さんが筋トレを始めるとすかさずお腹の下に潜り込むのがマイブームのようです。黒柳さん、頑張っております。こんな感じで今回も私たちの日常をお届けしていきます。そんな黒柳さんはですね、ついにプロテインを4キロ購入しはりまして、なんとも言えない迫力です。暖かくなってきたなぁと思ったら、シンクにも春がやってきておりました。そんな我が家の最近のブームは、ブルダックのカルボナーラ味で、韓国の激辛袋麺なんですけど、これについてる激辛ソース、これなんですけど、数滴でもうめちゃくちゃ辛いんですよ。本場韓国の方はこれ一体どれくらい入れてるんやろっていつも気になってます。そしてこの日はなんとポチに素敵なプレゼントが届きました。私たちは普段自転車移動が多いので、ポチも一緒にお出かけできるようにとリュックを購入したんです。サイズは M と L でめちゃくちゃ迷ってレビューをめちゃくちゃ見まくった結果、これもですね、大を小を兼ねるだろうという理由で L サイズにしました。これが大正解ですごくゆとりがありました。おそらくまだ大きくなるので、このサイズにしてよかったです。その日のうちにお試しも兼ねて、早速お出かけしてみました。ポチは初めてのリュックに緊張しているのか、それとも浮いてる感じが不思議なのか、暴れることなくすっぽり入ってくれていました。まず最初に欲しいものがあったので、いつも行くセレクトショップに行きました。ポチは看板犬が大好きで、嬉しそうに挨拶していました。何を購入したかは後で紹介しますね。そしてストラスブールでは4月下旬頃になると美しい藤の花を見ることができます。特にお気に入りのスポットがありまして、この日はずっと楽しみにしていた藤の花の家を見に行きました。去年は2人でしたが、今年は3人でこの景色を見ることができて、なんだかすごく嬉しいです。まるでおとぎ話の世界に迷い込んだような美しさを感じられます。ちなみにここはポストカードになったりするほどの観光名所ですが、実際には一般の方が暮らしていらっしゃるお家なので、撮影には節度ある配慮が求められます。ポチもリュックの居心地がいいのか、特等席から静かに春の景色を楽しんでくれているようでした。さてさて、この辺にして帰ります。はい、こちらが買ってきたものです。この早食い防止シートが欲しかったんですよね。あとはこの小さなボールと、左のやつは子犬のうちは歯磨きの代わりとして置いといたらいいよとブリーダーさんに教えてもらったものです。相変わらず新しいおもちゃにはこんな感じですけど、後々気に入ってくれました。一人でボールを転がして遊んでいます。そして早速この早食い防止シートを使ってみたいと思います。測っていったわけじゃないですけど、ぴったりでした。なぜ買ったのかと言いますと、食への執着がいよいよ目覚め始めたのか、この頃から急に早食いが目立つようになってきました。
あまりにも早く食べ過ぎて吐いてしまったこともありまして、喉に詰まらせたら怖いので何か対策せねばと思い導入しました。今までは30秒ほどで完食していたご飯ですが、効果はてきめんです。完食まで2分くらいかかるようになりました。なのでしばらくこれで様子を見てみようと思います。ただですね、ポチの早食いを全く笑えないのがこちらの大人2人。まずはスーパーで材料の調達です。フランスでは4月頃になるとずらーっと並んだイチゴや白アスパラガスが店頭に並び始めるので、ああ春が来たなーと感じます。が今回はこちらはスルーして一目散に製菓材料コーナーへ行こうと思います。ちなみにこの時期イースターの時期でもあるので、こんな感じでチョコレートもずらーっと並びます。はい、それでは旬の食材を全無視した黒ヤギクッキングへようこそ。今食べたいものを食べる、それがヤギ家です。いつも通り私はアシスタントに徹します。なんで私がいつもアシスタントなのかと言いますと、私自身一人暮らしの経験も人と住んでいた経験もありますし、うまくないですが自炊は普通にしていたので、料理ができないわけではないんですよ。ただ黒ヤギさんに比べたら圧倒的に手際が遅いです。それに圧倒的に彼が作る方が美味しいので、もう完全にお任せしています。黒ヤギさん自身も料理が好きだからやりたい派だそうです。あと我が家はあんまり一緒にキッチンには立たないですね。お互いそれぞれのやり方があるので、並んでやるとついつい突っ込んでしまって、そしたらちょっと空気はよろしくない方向に行きますよね。なので手伝ってって言われた時だけほんのちょっと手伝うスタイルです。そもそもこの狭いキッチンに大人2人は効率が悪すぎます。なので黒ヤギさんが作っている間、私は洗濯物をしたり掃除をしたり違うことをしています。でもこういう分担の家庭も多いのではないかなと勝手に思ったりしています。なんて話をしていたら出来上がりました。この巨大なケーキを味変も加えながら、気づいたら2日できれいに完食していました。はい、早食い大食い一家なので摂取カロリーに対する運動量は足りてませんが、動くことに意味はあると信じてみんなで散歩に行きます。この日はお外で足元に来る練習をしてみました。日々のトレーニングの成果もあってか、コマンドも外の環境にもだいぶ慣れてきた様子です。このようにですね、嬉しそうに縦横無尽に走り回った後でも、声をかけるとちゃんと私たちの元へ戻ってこられるようになりました。また、この公園はよく他のワンコたちも集まっていて、ポチは他のワンコを見つけると遊びたいという気持ちはあるようなのですが、いざ輪に入ろうとすると緊張するのか、どうしても一歩引いてしまってなかなか中に入り込めません。犬見知りが始まってきたのかなと思います。でもこうやって犬見知りの時期も通り、日々少しずついろんな犬に出会うことで犬社会を学んでいるのかもしれないです。ポチの大きなストレスにならない範囲でこれからも公園には通ってみます。そして帰りに見つけたこの窓拭きなんですけど、これはコスト重視なんですかね。結構衝撃受けました。こちらポチの新しいおもちゃでございます。
買った時は何も思わなかったのですが、家に帰って改めてよく見てみると、非常に独特な雰囲気が漂っていました。相変わらず新人に厳しめのポチですが、歴代1位のド迫力でこの子にメンチを切っていました。怖がっているならおもちゃを片付けようかと思うのですが、その割には自分から積極的にちょっかいを出しに行ってるんですよね。このツンデレ行動の意味が本当にわからないので、もし詳しい方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えてほしいです。そして、この子を受け入れるまでの時間が本当に長くて、分かり合える日はないんじゃないかと思ったりしたぐらいです。ポチにとって何か驚異的なものがあったのだろうけど、そうだとしたらこの独特な見た目なのかもしれないです。あ、どこどこ。あっという間に心も体もものすごいスピードで大人の階段を登っているポチ。毎日いろんな表情を見せてくれるのと、成長スピードが速すぎるので、この瞬間を逃すまいとシャッターを切り続ける日々により、飼い主のスマホの容量はすでに限界突破寸前です。飼い主2人のハイカロリー摂取も、ポチの白目も相変わらずですが、これからもポチと一緒にフランスでの日常を等身大の声でお届けしていきたいと思います。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。